こんにちは、シャチパンです。日本の冷蔵庫って海外のものと比較すると非常に多機能で、もうね、どれ買っていいのか迷うようにできています。似た機能がたくさんあって、正直どれも一緒だねって思うことありますよね。それも実は半分は正しいんですが、ここだけは絶対に負けない、譲れないっていう特徴が各社ちゃんとあるんです。今回は大手5社の冷蔵庫の個性を解説していきます。ぜひ自分に合った冷蔵庫を見つけていってくださいね。それではやっていきます。はじめに冷蔵庫の選び方について簡単に触れておきます。まずは大きさを決めましょう。冷蔵庫の大きさの目安はご覧のような式で表されます。計算するとこのようになります。最近は食品を冷凍するご家庭も増えてきていることから大きめを選ばれる方も多いです。また300リットル台の小型モデルは断熱性能の違いにより大型モデルより実は電力を食います。ざっくり年間2000から3000円違うので個人的にも迷ったら大型です。次に中段スペース。真ん中の中段スペースは野菜室、冷凍庫どっちがいいですかという内容です。中段スペースは腰の位置にあるのでかがむ必要がなく出し入れが楽です。野菜を使って料理を頻繁にされる方は野菜室を、まとめ買いをしたり冷凍食品をよく使う方は冷凍庫を持ってくると良いでしょう。最後にドアです。フレンチドアタイプと片側ドアタイプがあります。500リットル以上のモデルですと幅も65センチ以上となりフレンチドアが多くなります。フレンチドアは狭い通路でもドアが短い分開けやすいです。それから飲み物を取るだけならばドアを片方だけ開ければいいので冷蔵庫内の冷気が保たれ省電力につながります。一方デメリットとしては壁際に設置すると片側のドアが全開にできない。大きなものを出し入れする際は結局両方のドアを開ける必要があることです。またドアを中央部分から開く分ドアポケットが片側ドアタイプより小さいことが構造上多いです。片側ドアの特徴はこれの逆で壁際でも設置できますがドアが大きいため通路の広さによっては通りづらいことがあります。それと何を取り出すにしてもドアを全開にする必要があり省電力ではないです。それからドアポケットは大きめで普段から飲み物をたくさん置きたい人には嬉しいポイントです。以上を踏まえ調理場からスムーズに食品が取り出せるか、設置しても飛び出したりしないか、そもそも家のキッチンまで運び込めるかをイメージしてみると良いでしょう。なお今何が人気なのかいくつかアンケートを取ってきました。中段スペースは野菜室、冷凍庫どちらが良いかの質問に対してはやや冷凍庫の方が人気という結果でした。冷凍庫の方がよく使うということなのかと思います。ドアの人気タイプはフレンチドアが約半分、片側ドアが3割、どちらでも良い方が2割という結果でした。野菜室と冷凍庫の大きさの好みについては冷凍庫が大きい方がいいという声が最も多く6割を占め、次いでバランスタイプ、そして野菜室という順でした。最近は食品を安く大量に買ったり料理して冷凍する需要が高く、それが数字にも表れているように感じます。それでは早速大手5社三菱電機、パナソニック、東芝、日立、シャープの比較をしていきましょう。なお事前に現時点で冷蔵庫を購入するとしたらどこのメーカーのものを買いますかという題材でアンケートを取ったところ結果はこのようになり、三菱電機が最も人気があり次いでパナソニック、日立という順でした。昨年のデータから比較すると長らく続いたパナソニックの人気票が三菱電機に流れており三菱電機がトップに躍り出ました。1200を超える投票、皆さんありがとうございます。皆さん一人一人の投票はサイトに適当に貼ってある出どころ不明なデータよりもはるかに信頼できます。
なお今回はシャープと東芝にも順位の変動があり、大きな変化があったなと感じています。さて、話を戻して400リットル以上の上位機種を基準に各社の特徴を解説していきます。まずはチルドです。一般的なチルドは冷凍庫よりも低温な0度から3度帯で食品を保存し、凍らないギリギリの温度をキープします。肉や魚は普通に冷蔵庫に保存すると鮮度が落ちやすく、かといって冷凍しても味が落ちます。そのため各社チルドには力を入れており、一般的なチルドよりもより低温で保存する方法が流行っています。三菱電機のチルドは氷点下ストッカー、氷点下なのに凍らない過冷却現象を利用しての保存方法で、三菱電機の特許技術です。マイナス3から0度で冷凍せずに保存し、塊肉であれば10日、魚であれば5日間保存することができます。さらに三菱のチルドは2段構成となっており、上段の方は0度保存のいわゆる普通のチルドルームです。チーズやヨーグルトなどの乳製品や納豆やキムチなどの発酵食品は凍らせると味が落ちるので、そういったものは上段のチルドに、鮮度が落ちやすい肉や魚は氷点下ストッカーと使い分けることができます。続いてパナソニックの微凍結パーシャル。肉や魚が凍り始めるギリギリのマイナス3度で食品表面だけを凍らせ、酸化を抑えて保存する方法です。肉は14日、ひき肉は10日、魚であれば7日保存できます。中でもこの14日は他社と比較しても長く優れています。チルドは一段構成なので広々と使えますが、三菱電機のような併用はできません。次に東芝の氷結晶チルド。パナソニックと同じ方向性で空気中の水分を凍らせて、氷の膜を食材表面に作り酸化を防ぎます。お肉であれば14日、魚であれば7日間保存でき、こちらもパナソニック同様保存期間が長く優れています。通常チルドと2段構成で収納力が高いのもポイントです。続いて日立の特選氷温ルーム。マイナス1度で凍らせずに食材を保存する方法で、メーカー好評で肉や魚を7日保存しても美味しく加熱調理できるとしています。なお以前600リットル台の大型上位モデルは真空で密閉保存する真空チルドが採用されていましたが、真空機構が必要となるため、その分食材を入れられる量が少ないという弱点がありました。保存性能はこちらの方が上でしたが、現在ではほぼ採用がありません。それから日立は冷却機を2つ持っているため、冷蔵庫部分を単独で冷やすことができます。冷蔵庫は一般的に3度から8度の温度管理ですが、日立は冷蔵室を丸ごと2度のチルド室として使える機能があります。これにより肉とチーズの保存の両立を可能としています。消費電力が 5% 程度上昇しますが、なるべく食品を冷凍せずラップなしでたくさん保存したいという方にはおすすめできます。ただし炊いたご飯は冷蔵庫の温度ではでんぷんが老化しパサパサになるので、冷凍保存した方が良いでしょう。次にシャープの作り置きルーム。調理済みの作り置き食材や生鮮食品の保存に適しており、魚であれば7日、肉であれば12日間保存できるとしています。上段は一般的なチルドです。他社ほどの工夫は見られないでしょうか。チルドの評価としてはこのような印象です。使い方にもよりますが、食品を凍らせない独自方式を取る三菱電機と、肉の保存期間の長いパナソニックは長期保存後の食品画像もあり優秀。それから冷蔵庫を丸々チルド化できる日立も魅力でしょうか。続いて野菜室です。各社こだわりの機能があります。三菱電機の野菜室は朝どれ野菜室。野菜室を真空断熱材で覆うことで
温度と湿度を保ち、ほうれん草を7日保存できます。また野菜は保存することで栄養素がどんどん落ちていきますが、三菱電機は LED ライトで1日の光サイクルを作り出し、光合成をさせるユニークな機能があります。これによりキャベツなどの葉緑素を持つ野菜は緑化を促進させ、栄養素を高めることができるようです。ただし他社にあるような湿度調整機能はないため、保湿という意味では一歩劣るでしょうか。続いてパナソニックのダブルシャキシャキ野菜室。野菜室専用の湿度センサーで湿度を調整する仕組みです。湿度調整はこの四角いモイスチャーコントロールフィルターが行います。湿度が高いときは湿気を吸収し、低いときは湿気を戻し、野菜にとってちょうどいい湿度に保ちます。野菜からの湿気が必要なので、ある程度野菜を保存しておく必要がありそうです。さらに野菜室が真ん中にあるモデルはより高度で、野菜から常に出ているエチレンガスを炭酸ガスと水に分解します。エチレンガスは野菜を老化させるので、野菜や果実の輸送でも濃度を管理していることが多く、効果は期待できるでしょう。7日保存したキュウリやサニーレタスも従来より劣化なく保存できます。次に東芝のミストチャージ。東芝が伝統的に力を入れている部分です。1日に20回以上潤い冷気を送り出し、パナソニック同様エチレンガスを分解します。湿度は他社を凌駕する驚異の 95% 以上。保存期間も今回の比較では最長の10日間を謳っており、チンゲン菜の乾燥もだいぶ抑えられています。野菜室が広めなのも嬉しいポイントで、口コミでも野菜に関して高い評価が多かったです。ちなみにエチレンガスは果物に関しては成熟を促す働きがあります。例えばリンゴとバナナを一緒に保存すると、エチレンガスによりバナナが早く熟したりするので、成熟を期待する果物は野菜室に入れない方が良いでしょう。続いて日立の新鮮スリープ野菜室。こちらも東芝やパナソニックと同様、湿度を保ちながらエチレンガスを分解し、炭酸ガス濃度を高めることで野菜の気孔が閉じて呼吸活動が低下、眠らせるように保存します。7日間保存したほうれん草もみずみずしさを残していることがわかります。どうでもいい話ですが、シャチパンも会社で一日中打ち合わせがあるときは自然と目が閉じて呼吸活動が低下、気づいたらスリープしています。次にシャープの雪下シャキッと野菜室。雪国では野菜を雪の下に置き保存することで野菜の甘みをアップさせています。蓋の下を雪下に近い状態に再現することで鮮度を保つ仕組みです。他社と比較すると野菜室は小さめなので、上手に詰める必要はありそうでしょうか。野菜室の評価としてはこのようになります。東芝が最も優れており、それ以外では湿度調整とエチレンガス分解を搭載している日立の評判が良い印象だったでしょうか。次に冷凍室です。三菱電機の切れちゃう旬冷凍は冷凍室の機能ではなく専用個室の機能ですが、過冷却という現象を応用しています。マイナス7度までゆっくり冷やしたペットボトルの水を冷凍庫で冷やしたお皿に注ぐという刺激を与えるだけで瞬時に水が凍っていきます。自然界でも起きている現象です。切れちゃう旬冷凍は食品をゆっくり冷やし、芯まで冷えたら冷気を当てて瞬時に凍らせ、細胞破壊を抑えているわけです。これにより冷凍したひき肉を凍ったまま切ることができたり、魚の切り身も剥がせたり、野菜もほぐして使うことができます。解凍いらずなのは嬉しいですね。ただ口コミにはブロック肉や水分の多いものは硬くて切れないという意見もありましたので、その点は注意かなと思います。また炊きたてのご飯も熱いまま入れるだけで
美味しさを逃さず急冷するという使い方もできます。続いてパナソニックの馬盛り保存。しばらく冷凍室に大きな特徴がありませんでしたが、ボックスのカバーに工夫が入りました。冷凍室はマイナス18度以下で保存するのが原則ですが、開閉時などに温度が上昇し霜付きが起きます。霜は食材から逃げた水分が凍結したもので、美味しさが損なわれています。つまり霜付きを抑えるということは美味しさが長持ちするということです。またこのカバーはケース内の湿気も逃し、ケース自体の霜付きも防ぎます。蓋が追加されたことで食品へのアクセスが一手間増えますが、冷凍食品を多用される方は嬉しい機能でしょうか。次に東芝の新鮮ツイン冷却。日立と同じく上下に2つの冷却機を持ち、それぞれ冷蔵用、冷凍用に分けられていて強力です。冷凍はマイナス18度以下をキープし、霜付きを抑えて保存します。ちなみに冷蔵用の冷却機は野菜室と同様潤い冷気を送ります。これにより 85% の高湿度を維持、食材の乾燥を防ぎます。続いて日立のデリシャス冷凍。3段構成で使いやすさを確保しつつ、1段目が他社でも採用のある金属アルミプレートで急速冷凍に適しています。アルミは他社でも採用がありますが、日立の場合は温度センサーも採用しており、素早く冷凍することで食品の細胞破壊を防ぎます。次にシャープのメガフリーザー。3段構成かつ冷凍庫が大きめです。パナソニックのような物理的な蓋はありませんが、ドア開閉後に急冷する機能があり、食品の霜付きを防ぎます。食品をたくさん冷凍したいという方におすすめできます。評価は人によって分かれるところですが、このようになるでしょうか。冷凍の仕方をもう1方式追加した三菱電機。口コミでも好評だったパナソニック。物理的な広さで勝負しているシャープが優勢でしょうか。全然関係ない話ですが、オーマイプレミアムの冷凍たらこパスタ、うまい。次に中段スペースです。中段スペースが野菜室か冷凍室かを記しています。ちょっと前は東芝くらいしかなかった野菜室中段モデルも、今では全メーカー対応しています。ただ各社の力の入れ具合はまちまちです。今回は力の入っているモデルを青字で記しています。パナソニックと日立は冷凍庫が中段のモデル、東芝とシャープは野菜室が中段のモデル、そして三菱電機は両モデルともラインナップが充実しているでしょうか。なお日立の野菜室中段モデルは売りである新鮮スリープ野菜室がつかず、買い機能となることには注意が必要です。次に電気代です。各社の500リットルクラスの年間電気代を電気代値上がり後の水準で算出しています。各社そう大きな差はありませんが、10年以上前の冷蔵庫と比較すると省電力化が進み、年間6、7千円の差が出ることもあります。またスペックに現れてこないものとして節電機能があり、中でも三菱電機、パナソニックは優れています。三菱電機は全室に温度センサーや扉開閉センサーが搭載され、よく使う時間帯は自動で冷やしたり、使わない時間は冷やしすぎを抑えたりします。これにより約 10% 程度の省エネとなります。パナソニックはさらに収納量を光で調べる収納量センサーも備え、冬季であれば最大 21% 省エネとなります。スペック値以上の効果が得られるでしょう。続いて価格です。各社の500リットル上位クラスの価格帯を記しています。現在この価格帯のモデルは新モデル投入中ということで、発売してから半額近くまで落ちきっています。もし在庫があればお買い得と言えるでしょう。各社を比較してみると、
特段安いというメーカーはありませんが、パナソニックと日立は少し高めな印象です。なお動画でも紹介しましたが、日立は昨年からパナソニックと同じくメーカー指定価格制度を導入したので、2024年発売の冷蔵庫上位モデルからその対象となります。各モデルの価格詳細については概要欄にも記載してありますので、ご購入を検討中の方は後で参考にしてみてください。続いて口コミです。口コミ数百件分の分析データとなります。冷蔵庫の基本機能としては各社好意的な意見が多く、使い物にならないといった声はありませんでしたが、フレンチドアの場合、両方のドアを開けないとチルドから食品を取り出せないことが多く、使いにくいという声が見られました。三菱電機は全室独立構造が好評でした。すべての部屋が仕切られているので、部屋ごとの温度や扉開閉を監視し、無駄なくしっかり冷やします。また容量を褒める声がありました。薄型断熱構造により他社と同じ寸法でも入る食品は多めです。それから製氷機が丸洗いできる構造が良いという意見がありました。製氷皿、ポンプ、パイプ、フィルターまで外して洗えます。扉は自動で閉まり、ハンドアを防ぐオートクローザーもあります。悪かった意見はモデルにもよりますが、ドアポケットに2リットルペットボトルが複数収納しづらいという意見があった程度で、目立った酷評はありませんでした。続いてパナソニックです。トップユニットが好評でした。普段は下段にあるコンプレッサーを最上段に持ってくる構造。これにより最上段のデッドスペースが減り、手も届きやすくなりますし、冷凍室や野菜室に奥行きが生まれ、奥まで広々と使えます。またお弁当の粗熱を取ったり、冷やして固めるデザートを時短するのに便利な早生ま冷却が使いやすいという声がありました。それから前面だけですが、冷蔵庫内サイドにもライトがついており、明るいという声がありました。一方悪かった意見としては、コンプレッサーが上段に来たことで少し音が気になるという意見が少数ながらありました。それからチルドが一段構成で広々と使えますが、普通のチルドと使い分けたいという声が一部にありました。続いて東芝です。最大の特徴である野菜室が好評でした。野菜室には掃除穴がついていて、掃除がしやすくなっています。それから両手が塞がっていても触れるだけでドアの開閉ができるタッチオープンが便利という意見がありました。料理中や大きいものをしまうときに便利ですが、開く勢いが強い、少し触れただけで開いてしまうという意見もありましたので、実機は見ておいた方が良いでしょう。悪かった意見としては、氷結晶チルド使用中、冷蔵室の温度設定や節電モード設定ができなくなる仕様が残念、ドアの作りがあまり良くなく段差があったり隙間が大きいといった声が他社より多く感じました。続いて日立です。3段構成の冷凍庫が使いやすいと好評でした。それから冷蔵庫を丸ごとチルドルームとして使えて便利という声がありました。ビールもキンキンに冷えてやがるようです。それから上位モデルでは冷蔵庫の中身をカメラが自動撮影します。買い物中にストックしてあった食品や調味料を忘れてもアプリで確認することができます。今回のモデルから冷蔵庫だけではなく冷凍庫や野菜室も撮影できるようになりました。また三菱電機同様、他社よりも容量が大きめです。悪かった意見としては、節電機能が少し弱いという声がありました。他社では各種センサーを駆使しエコ運転が充実しつつある中、特に言及がありません。それからドア閉めがしづらいという声が一部にありました。次にシャープです。冷蔵庫をどちらからでも開けられるどっちもドアが好評でした。転勤などで住まいが変わっても間取りによらず使えるという点はポイントが高いです。
ただ少しドアが硬いという意見もありましたので、実機確認はした方が良いでしょう。それから冷凍庫の広さを褒める声が多かったです。ただしこちらもモデルによっては大して広くないモデルもありますので注意です。その他には他社と比較すると奥行きが浅いモデルが多いことが好評でした。悪かった意見としては、奥行きが浅いこともあり仕方ありませんが、容量が少し小さいこと、製品ばらつきからか音がうるさいという意見が他社より多く感じました。最後に満足度です。これは現モデルから1個前のモデルまでを対象とした5点満点の満足度平均点数です。昨年集計した結果からもどう推移したか見てみましょう。横軸が時間軸、縦軸が満足度点数です。各社高い満足度でどのメーカーの冷蔵庫でも満足できると思われる中、三菱電機が昨年同様頭一つ抜きんでて高かったです。昨年からの動きとしては、三菱電機、パナソニック、東芝は横ばい、日立とシャープは点数を下げた結果となりました。特にシャープの下げ幅は大きく、他社と比較すると少しインパクトに欠けたでしょうか。参考にしてみてください。さて、まだご紹介できていない項目はあるのですが、各社の特徴をざっと比較してみました。価格とも相談ですが、食材によって冷凍を使い分けて料理してみたい方は三菱電機、冷蔵庫を丸ごとチルド化してラップなしの日々を送りたい方は日立、とにかく野菜命の草食獣な皆さんは東芝、奥行きを抑えて冷凍庫の広さを重視したい方はシャープ、バランスが良くかゆいところに手が届く作りに魅力を感じた方はパナソニックが候補でしょうか。今回ご紹介した内容を踏まえ、量販店などで最終確認をしてみてください。最終確認ではドアポケット、パーテーションの高さ、卵の保存場所の3点も忘れず確認してみてください。これらはよく確認し忘れて思っていたものと違ったという声が上がっている項目です。ドアポケットはご自身の保存したいペットボトルが何本入るかを確認しましょう。2リットルペットボトルが意外と入らないモデルもあります。パーテーションの高さはご自身の入れたい大物鍋や小物が入るか確認しましょう。高さを自由に調整できるタイプもあります。卵の保存場所はドアの部分にあるのか中にあるのかです。保存温度という意味では中にある方がいいですが、ここは好みによるでしょうか。最後になりますが、本機をお持ちの方でご意見や使用感などもしございましたら、ぜひコメント欄にいただければなと思います。それでは今回はこの辺で、次回の動画でまたお会いしましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また見てくださいね。また見てね。